魂の曲線を描く旋律の科学、音楽の顔、メロディーが持つ引力の正体。ふとした瞬間に無意識に口ずさんでしまう歌。人混みの中を歩いている時、湯船に浸かっている時、特定のフレーズが頭の中で何度もリピートすることはありませんか？私たちはそれをメロディー、旋律と呼びます。音楽にはリズムやハーモニーなど様々な要素がありますが、私たちがあの曲が好きという時、脳が指しているのはほぼ間違いなくこのメロディーです。今日は音楽の顔ともいえる旋律の正体に科学と歴史の両面から迫ります。そもそもメロディーとは物理的に何なのでしょうか？定義するなら高さの異なる音が順に演奏され一つのまとまりをなすもの。ここで重要なのは高さ、周波数と時間という2つの座標軸です。音が高くなったり低くなったりしながら時間を進んでいく、いわば音の旅です。もし音が高さを持たず時間軸の変化だけならそれはリズムになります。お経やドラムの連打です。逆に時間的な変化がなく高さの違う音が同時になるだけならそれはハーモニー、和音です。メロディーとはリズムという横軸と音程という縦軸が奇跡的に出会って生まれる一本の線なのです。音楽の3要素をご存知でしょうか？リズム、ハーモニー、そしてメロディーです。これらは人体によく例えられます。リズムは身体を支える骨格、ハーモニーは彩りを与える肉付きや服、そしてメロディーはその人をその人たらしめる顔であると。私たちが友人を見分けるとき、骨格や服ではなく顔を見るように曲を識別する ID カードの役割をメロディーが担っているのです。歴史を遡ってみましょう。太古の昔、音楽はメロディーそのものでした。中世ヨーロッパのグレゴリオ聖歌を聴いてみてください。そこには伴奏も和音もありません。一本の旋律線だけが石造りの聖堂に響き渡ります。これをモノフォニー、単旋律と言います。神への祈りは混じり気のない純粋な線として天に昇っていく必要があったのです。やがて人類は進化します。複数のメロディーを同時に歌うことを覚えたのです。ポリフォニー、多声音楽の時代です。それぞれのパートが独立したメロディーを持ちながら数学的に計算されたタイミングで絡み合う、まるで精緻なタペストリーや建築物のような構造です。バッハのフーガなどはその最高峰と言えるでしょう。ここではまだ主役と脇役の区別は曖昧でした。そして古典派の時代、モーツァルトやハイドンの登場で音楽の構造は劇的に変わります。ホモフォニーの確立です。一つの明確なメロディーを和音が従者として支えるスタイル。右手が歌い左手が伴奏するこの形式によってメロディーは絶対的な王様の座についたのです。では美しいメロディーには数学的な法則があるのでしょうか？その秘密は緊張と緩和、解決の比率にあります。キラキラ星を思い浮かべてください。ド、ソ、ソ、ラ、ソ。最初のドからソへ5度も大きくジャンプします。これを跳躍進行と言います。一気にエネルギーが高まり物語が動き出す緊張の瞬間です。そして後半のファ、ミ、レ、ド。ここでは隣り合う音へ少しずつ階段を降りていきます。これを順次進行と言います。高まったエネルギーがゆっくりと解き放たれ最後のド、主音で安心できる家へ帰り着く。この冒険、跳躍と帰還、順次のドラマがたった数秒の中に黄金比のように組み込まれているのです。物理学的な視点で見るとメロディーには重力があります。中心となる音、主音、トニック、波長長ならドです。この音には強力な引力があり他の音はそこへ戻ろうとする性質を持っています。特にシルベ音は半音上のドへ行きたくてたまらない強い不安定さを持ちます。作曲家はこの音の引力を操り聴き手の期待感をコントロールする物理学者なのです。メロディーは山、
を作ります。統計的に分析すると多くの名曲はアーチ状の形、輪郭をしています。低い音から始まり徐々に盛り上がって最高音クライマックスに達し、そしてまた落ち着いていく。オズの魔法使いのオーバーザ・レインボーを見てみましょう。冒頭でオクターブ8度も一気に跳ね上がります。この大きな飛躍が虹の彼方への憧れを物理的な距離感として表現しているのです。なぜ特定のメロディーは頭から離れなくなるのでしょうか。イヤーワーム、耳の虫と呼ばれる現象です。脳科学の研究によれば脳はパターン認識を好みます。単純すぎると退屈し、複雑すぎると理解を拒否します。適度な予測可能性と適度な裏切り、サプライズ、その絶妙なバランスを持つ旋律だけが脳の報酬系を刺激し続け、勝手に再生ボタンを押してしまうのです。スケール、音階の話も欠かせません。メロディーを描くための絵の具のパレットのことです。ドレミファソラシドの超音階は明るく安定した響きを持ちます。一方、単音階マイナーは悲しみや切なさを誘います。第三音が半音下がるだけで世界は一変し、私たちの感情を揺さぶるのです。世界には不思議な共通点があります。日本の民謡や演歌に使われるヨナ抜き音階ドレミソラ、これはスコットランド民謡やアンデスのフォルクローレ、黒人霊歌にも使われるペンタトニック5音音階と同じです。ホタルの光、オールド、ラング、サーインやアメイジング、グレイスが日本の夕暮れに馴染むのは偶然ではありません。この5つの音の組み合わせには人類共通の DNA に響く普遍的な郷愁があるのです。現代のポップスにおいてメロディーの役割はさらに先鋭化しています。サビあるいはフックと呼ばれる部分、聞き手の耳を物理的に釣り上げるようなキャッチーさ。ストリーミング時代、イントロから数秒で心をつかまなければスキップされます。現代の作曲家たちは数学的な計算と直感を極限まで研ぎ澄まし、消費されないメロディーを必死に模索しています。しかし本当に美しいメロディーとは計算だけで作れるものでしょうか。ポール・マッカートニーは名曲イエスタデイの旋律を夢の中で聴いたと言います。起きてすぐにピアノに向かい、これは誰かの曲じゃないかと1ヶ月も周囲に確認して回ったほどでした。歴史に残る旋律は人間が作るものではなく、どこかから降りてくるもの、あるいは発見するものなのかもしれません。一方でメロディーを破壊しようとした実験もありました。20世紀初頭の現代音楽家たちです。シェーンベルクは12音2法を提唱し、音の民主化を行いました。ドレミの階級制度、調整を廃止し、全ての音を平等に扱う。その結果、口ずさめない旋律が生まれました。それは心地よさへの強烈なアンチテーゼでした。しかし多くの大衆はやはり歌えるメロディーを求め続けました。人間は本能的に無秩序よりも秩序、カオスよりも調和を求めている少佐かもしれません。楽器によってもメロディーの性格は変わります。バイオリンや人の声は持続音が出せるため、音と音の間を滑らかにつなぐレガートが得意です。一方、ピアノやギターは音が減衰していく打楽器的な側面があり、リズムカルな旋律に向いています。偉大な作曲家は楽器の物理的特性を知り尽くして、それに最適な線を弾いているのです。ベートーベンの第9歓喜の歌のメロディーを分析してみましょう。驚くほど単純です。ミ、ファ、ソ、ファ、ミ、レ、ほとんどが隣り合う音、順次進行で構成されています。誰でもすぐに歌え、覚えられる。彼はこの究極の単純さに到達するために何年もの遂行を重ねたと言われます。単純であること、それこそが時代を超える強度の証明なのです。メロディーは言語を超えます。歌詞の意味がわからなくても、悲しい旋律は涙を誘い、勇ましい旋律は鼓動を高めます。言葉が左脳で理解する論理の伝達手段なら、メロディーは右脳と扁桃体に直接アクセスする感情のテレパシーです。国境も時代も超えて一瞬で心を共有できる最強のグローバル言語なのです。赤ちゃんへの子守歌、恋人へのセレナーデ、
死者を送るレクイエム。人が生まれてから死ぬまで人生のあらゆる重要な場面にメロディーは寄り添っています。それは私たちの記憶のしおりとなり、数十年経ってもそのイントロを聴くだけで当時の匂いや空気感を鮮やかによみがえらせます。あなたにもあるはずです。決して忘れられない一曲が、受験勉強の夜に聴いた曲、失恋した時に泣いた曲、結婚式で流れた曲。そのメロディーはあなただけの宝物であり、あなたの人生という映画のサウンドトラックなのです。音符という単なる記号が時間軸の上に並ぶだけで生まれる感情の奇跡、それが旋律です。次に音楽を聴くときはその線の行方を目で追うように聴いてみてください。上がっては下がり、跳ねては止まる、その一瞬一瞬に作曲者の魂とあなた自身の心が共鳴する瞬間が待っています。さあ耳を澄ませて、世界はメロディーで満ち溢れています。風が木々を揺らす音、鳥のさえずり、街のざわめきさえも心を開いて聴けば美しい旋律になるのですから。メロディーは終わってもその余韻は永遠に響き続けます。私たちの心の中でずっと輝き続けるのです。